ハローマットです。ここは羽田空港です。で、今日僕はこれから飛行機に乗るんですけど、スーツケースのベルトってつけますか？で、僕はね、スーツケースのベルトは必ずつけます。で、今日はそれはなぜなのかということを皆さんにお話したいと思います。これが今日の僕の荷物です。で、僕はスーツケースにこのようにブルーのベルトをつけてます。それからシールもね、ちょっとベタベタ貼ってるんですね。で、それからここですね、自分の自宅の住所とかの情報も入れてます。で、これはなぜなのかっていう話をこれからしたいと思います。まずこのスーツケースの目印がなぜ必要かってことなんですけど、実際僕の周りで、加害者になっちゃったんですけど、取り違いをしたことがあります。で、3つその例があって、で1つは僕の、取引先の方なんですけど、すごくおしゃれな方で、すごくね変わった色のリモアを買ったんですね。グリーンとベージュのねツートンカラーのリモアを買って、で出たばっかりだったんです。で、僕たちもいい色だねっていうことでみんなで羨ましがって、でその方もこの色だったら間違いないでしょっていうことで購入しました。で、パリのシャルル・ド・ゴールでその荷物をピックアップしたんですね。で、ホテルに持って帰って、でホテルの部屋で開けようとしたら違う人のだったんですよ。だからもう一人いたってことですよね。その発売したばっかりのリモアを持ってた人が、それもそんな変わった色で、その方は急いでタクシーに乗って、空港に戻って、で交換してっていうか、置いてきたんですけど、で自分のを持ってきました。でもう本当申し訳ないって言ってましたね。でこれが一つで、次はねこれ僕なんですけど、その直後にアメリカから日本に戻ってくる時で、僕が出張によく行く同行する女性がいるんですけど、その人はね茶色のリモアに、これもちょっと変わった色なんですけど、いつも赤いベルトをつけてるんです。でもアメリカって時々ベルト外さないといけない時ありますよね。でその時もベルトを外すように言われて、で僕は彼女のリモアを、自分のリモアを取り上げた後に、そのカルセルから彼女のだと思って取り上げて、でずっと引っ張ってたんですね。そしたら、それ私のじゃないですよっていうことで、だからね僕も間違えちゃったんですよ。でもう急いで返しに行って、でなんとかね、戻せたんですけど、でこれが2つ目。3つ目なんですけど、これ今年なんです。で仕事でお世話になった大先輩の方が61歳になって、勤めてた企業を退任して、新しい会社で顧問として働き出しました。でその方はベトナム、ニューヨーク、上海っていう3カ所も海外駐在された方で、すごく経験豊富な方です。で新しくスタートした仕事のその会社でフランクフルトの展示会に出展するという仕事があって、で同行しますと。ただ久しぶりにドイツも行ってみたいんで、3日前に入ってちょっと観光しようかなということで、その方は先に行くってことになったみたいです。で先に行くから荷物1個スーツケース大きいの持ってってあげるよっていうことで、黒いスーツケースをその方が展示会用の機材が入ったものを持ってったんですって。でフランクフルトの空港で荷物をピックアップして、でホテルに持ってってなんですけど、自分の部屋までは上げずに、どうせ展示会の時に持ってくんで、1階の、レセプションのところで預かってもらったそうですね、3日間で、いよいよ展示会が始まる時に、その前日の施工の時にそれを持ってって、で展示会場に行きました。で
展示会場でスーツケースを開けようとしたらちょっと暗証番号が分からなくて、で日本に連絡してもなんかちょっと分かんないから、こういう時は000だろうっていうことで000にセットしたら開いて、でみんなにすごいって言われて、で開いたんですけど、なんとね中身がね違ってて、着替えとかお土産とかお菓子とかが入ってて、だから違う人のだったんですよね。でもうびっくりしちゃって、で急いでタクシーに乗ってフランクフルトまで戻ったそうです。でもう3日も前の荷物なんで、当然バゲージタグ、荷物についてる白いタグありますよね。であれは捨てちゃってるし、でとにかくね交渉が大変だったそうですね。でもなんとかというか、ごねて交渉して、で自分で探してこいって言われて、でそういう場所があって、行方不明のスーツケースがいっぱいあるんですって。でその中から見つけて、で代わりにそれを置いてきて、でなんとかなったんですけど、でも本当申し訳ないって言ってましたね。だから、こんなことが3つもあったので、やっぱりスーツケースの取り違えっていうのは起こり得ますよね。ですからそれを防ぐためにスーツケースのベルトは必要だっていうことです。もしくはすごく大きいシール貼ってる方いますよね。だからこれも効果あると思います。ですからとにかく我々は、自分たちでも間違えちゃったということは悪意なく間違える人もいますし、でもしかしたらね、これ都市伝説なんですけど、悪意があっても裁かれないっていう人もいました。なのでわざと間違えて持ってっちゃうっていう人もいるかもしれないですね。ですからカルーセル、荷物のピックアップするところからちょっと遠くからでも自分の荷物が見えるようにね、大きめの目印は必要だと思います。そして、付け加えるとしたら、荷物の外側に、内側でもいいのかな、自分の住所とか名前とかの情報は必要だと思います。で僕はね、中東で1回と、それからヨーロッパで1回荷物がなくなったことがあるんですけど、2ヶ月ぐらいしてから届きました、自宅に。なのでおそらくそういう情報が書いてあったからかなと思ってます。で今日のまとめとしては、スーツケースのベルトは僕はつけます。でもしくは大きなシール、自分のものだっていうことが遠くから判別できるものは必要だと思います。そして、荷物のタグですね、バゲージタグで、これは自分の荷物と照合できるまで捨てない。でこの2点ですね。で僕のチャンネルでは、仕事を通して経験したこと、それから、失敗も含めて皆さんと共有できればと思ってます。でもし面白いと感じてくださったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。では今日は失礼します。